んにちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。今回は日本の1月の重要な行事、成人の日についてお話しします。この日はどんな日なのか、成人式で何が行われるのかなどお話ししたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。まず成人の日について簡単に説明します。この日は1月の第2月曜日に行われる日本の国民の祝日です。20歳になった若者たちが大人として新しい一歩を踏み出すことを祝う日ですね。実はこの祝日、1948年に制定されたんですが、その起源はもっと古く、日本の平安時代、だいたい800年くらいですね。平安時代の元服や模擬といった儀式にまで遡ります。この時代は20歳ではなく12歳から16歳くらいの時にお祝いします。昔の日本人も人生の節目をとても大事にしていたんですね。成人の日に行われるセレモニーを成人式と言います。この日は新成人がきれいに着飾る日ですね。特に女性は色鮮やかな振袖という着物を着て、男性は羽織袴かスーツを選ぶのが一般的です。最近はスーツの人も増えましたが、振袖は今でも成人式のシンボルのような存在です。大抵日本人が着物を着るときは、子供の頃にお祝いする七五三やこの成人式、結婚式、お葬式ですね。人生の節目の時に着る機会が多いと思います。成人式は市区町村ごとに行われるので、地域によって特色があります。例えば東京ディズニーランドとシーがある千葉県浦安市では、東京ディズニーシーでミッキーやミニーに成人のお祝いをしてもらえます。とても羨ましいですよね。また雪が多く降る地域ではゴールデンウィークの5月やお盆休みの8月に成人式を行うそうです。成人式の一般的な流れとしては、まず式典があります。市長さんや区長さんがお祝いのスピーチをして、その後新成人の代表が挨拶をします。そして式が終わると友達との交流タイムです。実際成人式に参加する目的は、式典に参加することよりも普段着ない着物を着た晴れ姿の写真をたくさん撮ったり、昔の友達と再会してたくさんおしゃべりしたりすることじゃないかなと思います。ですがこのイベントに参加することで、自分が家族や周りの人たちのおかげで無事に成人の日を迎えられたんだなと実感することができますね。成人式の後は同窓会が行われます。この同窓会は中学校の同窓会ですね。1学年のクラスが多い学校は大きな会場で行ったりしているそうです。居酒屋やレストランで行う人たちもいますね。ではここで私が成人式に参加した時のことを少しお話ししますね。私も成人式で振袖を着たんですが、着物に着替えたり髪の毛をセットしたりする時間が朝とっても早くて大変でした。振袖を着る女性たちは着付けとヘアメイクに1時間くらいかかるので、着付け会場で自分の振袖の着付けとヘアメイクをしてもらうのに事前に予約をするんですね。
その予約時間が朝とっても早いんです。私の時は朝5時くらいだったと思います。式典の受付時間は10時くらいなんですが、その5時間前から準備していましたね。着物も普段着慣れていないので、とっても動きづらくて大変でした。でもその日はたくさんの友達に久しぶりに会えて、近況報告をしたり、学生時代の話をしたりしてとても楽しかったです。朝早くに着付け会場や式典会場に連れて行ってくれた両親には本当に感謝ですね。はい、実は2022年に成人年齢が18歳に引き下げられました。以前は20歳が成人年齢でした。成人式では以前と変わらず20歳になった若者をお祝いしています。日本ではお酒やタバコが許されるのは20歳からなんですね。皆さんの国では何歳から大人になりますか？どんな風に大人になることを祝いますか？今日は成人の日と成人式についてお話ししましたが、いかがでしたか？日本ならではの文化や考え方を楽しんでもらえたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。